古代の日本人から褒められるような新しい政治と取り組もうじゃありませんか。学歴も家柄もない中で日本の頂点に立った男、田中角栄。彼がなぜここまでの成功をつかむことができたのか。そして彼の栄光はどうして崩れ去ったのか。今回は田中角栄という男の成り上がりと彼を象徴する今太閤、コンピューター付き人間ブルドーザーという異名に隠された真実に迫ります。田中角栄は新潟の貧しい農家の出身。若い頃は大工として働き、その後自ら建設業を起こして成功しました。しかし彼の成功はそこで終わりません。学歴や特権がないにもかかわらず、田中は政治の世界に飛び込み、28歳という若さで衆議院議員に当選。彼は豊臣秀吉のように低い身分から一国の頂点に立ったことから今太閤と呼ばれました。選挙戦での彼はまさに庶民の代弁者。田中は誰とでも握手するという信条を持ち、選挙運動中には多くの人々と握手を交わしました。彼の庶民的な姿勢と親しみやすさは多くの国民に強い印象を残しました。疲れ果てることなく、どんな小さな町や村にも足を運び、住民の声に耳を傾けました。この徹底した現場主義は、学歴エリートとは一線を画す彼の魅力でした。田中は、特権階級に対する不満を抱える国民にとって、まさに希望の光だったのです。彼の選挙演説は、多くの人々の記憶に残っています。特に、田中が強調したのは庶民の生活を最優先に考える姿勢でした。この姿勢が彼を庶民のために働く政治家として広く認知させ、国民の心をつかんだのです。田中角栄の成功は単なる人柄やカリスマ性だけではありません。彼には並外れた行動力と冷静な戦略がありました。そのため彼はコンピューター付き人間ブルドーザーと呼ばれるようになりました。ブルドーザーのように困難を押しのけながら進む一方、複雑な政策や数字を一瞬で計算し、細かく分析するその頭脳はまるでコンピューターのようだったからです。彼は毎日午後10時に就寝し午前2時に起床し、この短い睡眠時間を利用して起床後すぐに資料を読み、知識を吸収する努力を重ねていたと言われています。この生活スタイルは彼の努力の天才としての評価を裏付けています。田中の人々を魅了した点は、彼が単なる言葉だけの政治家ではなく、実行力に富んだ人物だったことです。田中は、インフラ整備を推進し、日本を豊かにするために具体的な行動を起こしました。その代表的な政策が日本列島改造論です。1972年、田中角栄が総理大臣に就任すると、すぐに彼の最大の政策である日本列島改造論をもとに開発主導の施策を推進しました。この政策は、日本の地方にインフラを整備し、都市と地方の経済格差を是正するという壮大な構想でした。高速道路の建設や新幹線網の整備、工業団地の設置など、地方にも都市部と同じような繁栄をもたらそうとするものです。この政策は、地方出身の田中自身の経験に根ざしたものでした。都会だけが豊かになるのはおかしいという思いを込め、全国的にインフラ整備を進めることで、日本全体を豊かにするという田中のビジョンは、多くの国民に支持されました。彼が立ち上げたこの政策は、日本の経済成長に直接寄与し、田中の人気は絶頂を迎えました。地方に住む人々にとって、この政策は希望そのものでした。田中は、ただのリーダーではなく、彼らにとっての救世主となったのです。しかし、田中角栄の栄光は突然の終わりを迎えます。1976年、アメリカの航空機メーカー、ロッキード社から賄賂を受け取ったとして、ロッキード事件が発覚、田中は逮捕されました。これは、日本の政治史において最大級のスキャンダルでした。この事件は、日本国内だけでなく国際的にも大きな波紋を呼び、田中角栄の政治生命に大きな打撃を与えました。しかし、田中の影響力はそれでも残り続け、彼を慕う多くの政治家が田中派として勢力を維持しました。彼の政治スタイルは、派閥政治の典型例ともなり、その後の日本政治に大きな影響を与えました。田中角栄が残した功績は、
確かに地方発展やインフラ整備に多大な貢献をしましたが、一方で彼が築いた強力な派閥政治は、後の政治的腐敗の温床となる側面もありました。ロッキード事件を通じて、彼の強引な手法の危うさも明らかになりました。田中角栄の人生は、学歴や出自にとらわれない、強い意志と行動力で頂点に立つことができるというメッセージを私たちに残しました。彼は庶民のために働き、行動力を持って日本を変えましたが、その栄光の裏には、権力の危うさも潜んでいました。田中の成り上がりとその後の挫折は、リーダーシップと権力のバランスをどう保つべきかを現代の政治に問いかけています。あなたなら、田中角栄のようなリーダーをどう評価しますか？強引な手法でも結果を出すリーダーが必要なのか、それとも透明性と公正さを重視すべきなのか。田中角栄の人生は、今もなお私たちにその答えを考えさせます。世論というものは新聞じゃねえんだよ。テレビじゃねえんだよ。世論というものは選挙だ。選挙の結果は世論だ。そんなこと分からんでどうすんだ。そうでしょ。